ここはとある洞窟。今日も問題となった映画のキャラがやってくる。今日は映画発掘のためにマリサ家の地下に潜入しています。人の家の地下で何しているんだよ。はぁ、今日も散々だったよ。ついに映画に喋らせちゃった。英語の教科書は1回でクビだみょんね。それであなたは誰なのかしら？私はある金持ちの家でメイドをすることになった女性が、旦那との関係を持ってしまってから、その奥さんの手によって悲惨な目に遭うって話だよ。ああ、ハウスメイドだみょんね。説明しよう。ハウスメイドとは、小さい部屋で友人と一緒に住んでいたウニが、ある金持ちの家のメイドの面接を受けて合格し、この家で働くことになるところから始まるぜ。そしてこの家族は悪魔崇拝者一家で、このメイドは生贄だったのよね。そういう映画もあるけど今回は違うよ。この一家はピアノが上手なエロ親父とその妻で妊娠中の気が強い女性、唯一まともな娘で構成されていて、家の家事を取り仕切る女子もいたんだ。家族構成は普通なのね。ほのぼの一家だみょん。なんかお父さんの説明だけ悪意があったけどね。そんな中エロ親父がウニに体の関係を求めてきたのに応じてしまったことがきっかけで、怒った妻によってウニは破滅への道を歩むことになるって話だぜ。映画の中で無夫婦なことをした人は他界します。おとなしくジェイソンにナタでキルされましょう。首ちょんぱだみょん。ジェイソンどこから湧いてきたのよ。この映画は金持ちのメイドとなった女性の悲劇と復讐劇を書いた作品で、1960年公開の下女のリメイク作となっているよ。悲劇と復讐って展開は定番だけど、韓国映画ってドロドロしているから別の意味で恐ろしいのよね。そしてこの映画は韓国の階級社会の闇や格差問題をド直球に書いていて、その救われない展開も相まって闇が深い作品と話題になったみょんね。絵に描いたような金持ち一家と貧乏主人公の構図だもんね。主人公も頑張って抗ったけど、金の力が強いからね。あとこの映画は無夫婦なシーンが結構あるから、家族や恋人と見るときは注意した方がいいみょんね。金持ちの旦那と関係を持ったことがテーマの映画だしね。いつベッドの下からナタが飛び出すか、ジェイソンが壁を突き破ってくるかワクワクして見ていました。格差問題とかは抜きにしてもこの金持ち一家が真っ黒な人間で、後味も悪いから見ててもやもやしたって人も多いと思うみょん。こいつらこそキルされるべき人間なのよね。夫がかなりヤバいと見せかけて、応じてしまった主人公もなかなかな罪だと思うけどね。あまり説明していないだけで様々な伏線や風刺が込められているから、暗くなる覚悟で考察したいって人にはおすすめだみょん。それじゃあ私は主人公が登場した非常宣言を見てくるから、これで失礼するよ。なんかパニック映画っぽいタイトルだけど、これってどんな映画かしら？テロリストが飛行機内でウイルスを撒いたため、乗客たちが次々と他界していきって話だみょん。はぁ、今日も散々だったよ。あなたはどんな映画かしら？私はセレブが娯楽目的で一般市民を狩る人間狩りに巻き込まれた主人公が、とりあえずこの狩りに参加しているセレブたちをキルして回ったって話よ。ああ、ザ・ハントだみょんね。説明しよう。ザ・ハントとは、12人の男女がどこかもわからない広大な森の中で目を覚まし、突然弾丸が飛んできて、何者かに命を狙われていることを知るところから始まるぜ。超序盤からめちゃくちゃ飛ばすわね。いきなりすぎてびっくりしたよ。このオープニング最高に好きだみょん。実は彼らは金持ちが娯楽目的で一般市民をキルするマナーゲートの標的とされていて、次々とキルされていく中クリスタルだけは抵抗するんだ。この人量産が大佐枠だと思ったら、まさかステイサムの兄貴みたいに抗うものなのね。どっちにも属したくない選択肢ね。そこからは特殊部隊バリの危機察知力と格闘射撃能力を持つ彼女が、金持ちたちとその裏にいる謎の組織を全滅させるために躍動するって話だぜ。めちゃくちゃ強敵で草。敵ではないけど強いのは認めるわ。この映画は金持ちたちが行う人間狩りをテーマにした作品で、中盤以降は主人公が無双するスカット系に変わるのが特徴だよ。こういう映画って主人公一行が一人ずつキルされてバッドエンドに終わることが多いけど、主人公が強いのは珍しいわね。そしてこの映画は公開された時にアメリカで話題となり、某大統領がレイシストだと批判したことで問題視された作品だみょんね。そこまで考えて作っていたかは謎だけどね。当時虚偽放送もあってなかなか混乱していたね。社会問題は置いていて、この映画の内容は次々と現れる危機によってテンポもいいし、90分と短くまとまっていて見やすい内容だみょんね。問題となった作品特集で問題を置いておくのくさ。このチャンネルがネタ扱いされるのはそういうところよ。いろいろな評論家がメッセージ性を問題視していたけど、大して説教臭くないし、深
深く考えず主人公かっけいって楽しむことがおすすめだみょん。頭を空っぽにすることなら任せなさい。誇ることじゃないわよ。ただ娯楽映画だと思って見ていたら、結構グロいシーンはあるから、耐性がない人は閲覧注意だみょん。それじゃあ私は主人公が登場したザ・グラッチ資料の住む屋敷を見てくるから、これで失礼するよ。グラッチってなんか聞いたことあるけど、これってどんな映画だっけ？ハリウッド版ジュオンの4作目で、シリーズのリブート的な立ち位置の作品だみょん。はぁ、今日も散々だったよ。あなたはどんな映画かしら？僕はアメリカのジャーナリスト兼脚本家が主役で、アメリカの食品の変化やその過程で起こった問題を警告する作品なんだ。ああ、フードインクだみょんね。説明しよう。フードインクとは、この映画はドキュメンタリー映画で、アメリカにおける食生活に生じた変化はここ50年で急速に発展し、その状況は非常に危険だというところから始まるぜ。ドキュメンタリーってこのチャンネルと無縁だと思っていました。いつもどんな映画を紹介しているの？農場ではなく工場で生産された食材は、スーパーに指揮関係なく常に並んでおり、鶏は従来の半分の期間で2倍のサイズで提供されていたんだぜ。そしてこの鶏が巨大化して人間に襲いかかるのよね。そんなもんパニ映画じゃないから。結構ショッキングな事実が語られているみょんね。画一化された工場で作られた食材は、利益優先の不衛生な環境で様々な病原体のリスクを生み出したり、他にも様々な問題を引き起こすって話だぜ。こんな真面目で素晴らしい映画を紹介して大丈夫？視聴者さんが皆眠くなってしまわない？視聴者さんをお前と一緒にするな。この映画は食品を大量生産することで起こる様々な社会問題を書いた作品で、ストーリーとかはないけど強いメッセージ性があるよ。じゃあもしかして餌は雲首ちょんぱもないってこと？来る場所を間違えたようだね。この映画は生々しい食品の裏側を書いたため話題となり、アカデミー賞で長編ドキュメンタリー賞のほか、多くの作品を受賞したみょんね。見たくもない現実だけど、口に入れている以上気になるわね。身を守るために知った方がいい事実だよ。多くの映画評論家にも絶賛された作品だみょんけど、一方でこの映画を見て食べ物が食べられなくなったって人もいるから、要注意だみょんね。某ファストフード店の店員が、その店の食品を食べられないのと一緒ね。日本の評価を見るとアメリカ怖いって声もあったけど、おそらく日本も何かしら闇を抱えているだろうし、食品について考えるいいきっかけになったみょんね。これからはレイムちゃんも食品問題を考えながらマリサの家のものを食べようと思いました。お前はまず犯罪を問題視しろ。それじゃあ僕は続編のフードインク、ポストコロナの撮影が忙しいから、これで失礼するよ。なんか似たようなタイトルの作品だけど、これってどんな映画かしら？これは続編で、感染症流行後に浮き彫りになった問題を提唱している内容だみょん。はあ、今日も散々だったよ。あなたはどんな映画かしら？私は東京から田舎の中学校に転校してきた主人公が、転校先では部外者としていじめられて、周りの人にも危害が及んできたのよ。ああ、ミスミソウだみょんね。説明しよう。ミスミソウとは、半年前父親の仕事の都合で東京から田舎に引っ越した野崎遥が、近くの中学校に転校したが、クラスメイトから壮絶ないじめに遭うところから始まるぜ。食料問題の次はいじめって、なんか今回はボケられないじゃない。無理にボケなくていいのよ。遥は家族に心配をかけまいといじめの存在を隠し、中学校卒業までの残り2ヶ月間を必死に耐えようとするが、いじめはどんどん悪化していくんだ。これは悲劇的だし胸が締め付けられるような作品。レイムにそんな感情があったのに驚きだみょん。家族にもいじめの存在がバレてしまい登校拒否になるんだが、いじめっ子たちは彼女の家族に危害を加え、ついに家を放火してしまいって話だぜ。これはイライラが止まらないクソすぎるキャラ。放火はさすがにやりすぎだよね。こういうクソなキャラをまとめて食べてくれるサメには、感謝してもしきれないみょんね。この映画は同名漫画の実写化で、転校した主人公が被害に遭うひどすぎるいじめと人間の狂気を書いた作品となっているよ。主人公が悪いことをしたわけじゃなくて、部外者っていじめられているのがかわいそうね。まあこのいじめの理由は他にあるみょんけど、いじめの内容のひどさやその後の少女の変化が話題になったみょんね。後半一人ムカで人間になるのよね。身体的には何も変わらないよ。てか一人ムカで人間ってなんだよ。終始もやもやした展開からの胸クソ悪い終盤のため、メンタルがかなり削られるから感情移入しやすい人は閲覧注意だみょん。いじめのひどさや人間の闇の他にも胸クソ悪いって、なんかこの映画色々な要素もりもりじゃない。もう最後の方は色々な闇があらわになって、なんかカオスになっていたよね。それに真っ白な雪の上で行われるキルシーンが見事で、後半は画面が真っ赤になるくらいグロいから、耐性がない人は要注意だみょん。新たにグロ要素も追加されました。
単純にグロいだけならまだしも、痛い要素もあるから気をつけてね。これだけ見ると悪趣味映画に思えるけど、色々と考えさせられるし話や演出は素晴らしいから、聞いてて見れそうと思った人は見てみてほしいみょん。それじゃあ私は主人公が登場する樹海村を見てくるから、これで失礼するよ。なんかどこかで聞いたことがあるホラーだったと思うけど、これってどんな話だったっけ？入ったら生きては出られないと噂される富士の樹海を舞台にした、犬鳴村などの怖い村シリーズ第2弾の作品だみょんね。はぁ、今日もすっきりしたよ。あなたはどんな映画かしら？私は平凡な生活に退屈していた主人公が、ある強盗にときめいて一緒に強盗して逃避行をしていたんだけど、そしたらなんか追われてしまったのよ。ああ、俺たちに明日はないだみょんね。説明しよう、俺たちに明日はないとは。刑務所を出所したウェイトレスのボニーが平凡な生活に退屈していたところ、目の前で食料品店の強盗をしたクライドに興味を持つところから始まるぜ。クズがクズに興味を持っていて草。あなたにだけはクズって言われたくないわよ。どっちもどっちだよ。二人は車を盗んで街から街へと銀行強盗を繰り返すんだが、そんな二人に新たに三人の仲間が加わり、小さな強盗団として活動をするんだ。犯罪者なのに仲間ができるのは、カリスマ性があるみょんね。なんでこんな犯罪者に3人も仲間が加わって、霊夢教には200人しかファミリーがいないのよ。霊夢教ってそんなにメンバーがいたの？捜査の網をかいくぐり逃走を続けていた彼らだったが、次第に捜査の規模が大きくなっていったため、少しずつ追い込まれていくって話だぜ。なんか久々にアスハナチャンネルっぽい映画が出たわね。さっきまでかなり重い内容だったみょんからね。この映画は人生に刺激が欲しくてちょっと犯罪を犯してしまった若者が、警察の捜査から逃げながら行く先々でまた犯罪を犯していくって話よ。なんか偉い可愛く言っているけど、やっていることは強盗と逃走っていう救いようのないものだけどね。そしてこの映画は反体制的な内容や暴力性、犯罪者が主人公ってことで問題視されつつも、意外と評価がすごい高い作品だみょん。まあこの作品が問題視される理由はなんとなくわかるわよ。ただカウンターカルチャーを支持する人たちに人気な作品で、この映画の後で性描写や暴力描写をオープンに書くことが増えていったらしいわよ。影響力がすごいのはわかったけど、カウンターカルチャーって何かしら？すごいざっくり言うと、社会制度や規範や文化に対して反発するような映画だな。それにアカデミー賞10部門にノミネートしたり、アメリカ国立フィルム登録簿に選ばれたりと、一般的にもかなり評価されたみょんね。前に紹介したナチュラルボーンキラーズとは偉いさね。ちなみに1930年代前半に実際にいた強盗二人組を元にした映画で、特にラストシーンがかなり人気だみょんね。それじゃあ私はボニー役の人が登場するスーパーガールを見てくるから、これで失礼するよ。これって確かスーパーマンの親戚の女の子が主役のヒーロー映画よね。この映画で中の人は、悪い魔女を演じていたみょんね。はぁ、今日も散々だったよ。あなたはどんな映画かしら？主人公がある国の暴走書記をインタビューすることになったんだけど、そしたら CIA から彼をキルするように頼まれたから、頑張ることになったんだよ。ああ、ザ・インタビューだみょんね。説明しよう、ザ・インタビューとは、トーク番組の司会者デイブとその番組プロデューサーアーロンのもとに、その番組のファンだという某お国の総書記から連絡をもらうところから始まるぜ。総書記って言い方からして察するけど、これってなかなかに問題作なのね。なんか今日の動画怒られそうだみょんね。某総書記はこの番組のファンらしいためインタビューをお願いしたところ、様々な条件付きで OK が出たためインタビューの準備をするんだ。総書記さんってアメリカのテレビ番組見るの？そんなことわからないよ。このあたりのキャラ崩壊がすごかったみょんね。そんな時二人の元に CIA の捜査官がやってきて二人に某総書記をキルするように依頼してきたから、二人は任務を遂行できるように奮闘するって話だぜ。ガチで他方面から怒られそうなストーリーで草。主人公はお願いされただけだから。某お国だけじゃなくて、CIA にも怒られそうだみょんね。この映画は某お国であのお方をキルしようとする二人を描いたコメディ映画で、挑発的に風刺をしている作品だよ。コメディ映画って、意外とホラー以上に平気で一線を越えてくる作品が多いわよね。そしてこの映画は当たり前だけど某お国から怒られてしまって、上映時にはサイバー攻撃からの劇場が脅迫されて、全世界では公開されなかったみょんね。これはさすがに擁護できないし、今回ヤバい作品や重い作品が多すぎてボケれないレイムちゃんに謝ってほしい。そんなそっちの都合は知ったこっちゃないよ。その後もなんか大人の映画がパロディ映画を作るって言い出したりラジー賞が関与したりと、色々と問題が続いたみょんね。ちなみにレイムちゃんの逆襲はラジー賞にノミネートされていません。認知すらされていないと思うよ。
映画の内容に映るみょんけど、某お国に喧嘩を売った他にも性差別やアジア人差別がネタにされていて、不快に感じた人も多いと思うみょん。どうせ一部に喧嘩売ることになるし、多方面に喧嘩売ったろうの精神。ブラックコメディだから。個人的には実力派のメンバーが作る表情や仕草には笑ったけど、ストーリーや演出面はちょっと微妙だったみょんね。それじゃあ僕は主人公が登場するスパイダーマンを見てくるから、これで失礼するよ。うすうす思っていたけど、主人公ってやっぱりハリーよね。侍未版スパイダーマンで、主人公ピーター・パーカーの親友で御曹司のハリー・オズボーン役だったみょんね。はあ、今日もスッキリしたよ。あら、どうしたのかしら？僕はなんか某キャラクターに似ている犯罪者が、ゲームセンターで遊んでいる若者を、とりあえず片っ端からキルして回っていたんだよ。マッドマウス、ミッキーとミニーだみょんね。何この安心感。説明しよう。マッドマウス、ミッキーとミニーとは、21歳の誕生日の日に限って夜遅くまでアルバイト先のゲームセンターで働くこととなったアレックスが、不気味な人影を目撃し怯えるところから始まるぜ。来た来た、アスハナチャンネルはこういう餌枠がキルされる系映画でいいんだよ。今まで当たり前のように登場していた餌枠が、実はすごい大事な存在だということに気がついたみょん。今日どんな映画を紹介したらこうなるんだよ。この人たちは実はアレックスの友人で、彼女のために企画してくれた誕生日祝いのサプライズパーティーのために駆けつけてきたんだぜ。いいねいいね、餌枠たちが大量に集まってきたわね。足りないからもっと多くの人を呼んできた方がいいみょんよ。なんかすげえ歓迎されているんだけど。しかし彼女らが楽しく遊んでいた時間もつかの間、某ネズミのキャラの仮面をかぶった正体不明の何かが、一人ずつキルして回るって話だぜ。ありがとう、本当にありがとう。これぞヨウムたちが求めていたアスハナチャンネル系映画だみょんね。相当ストレスが溜まっていたんだね。この映画は蒸気船ウィリーの著作権が切れてパブリックドメイン化したことを受けて作られた、某ネズミキャラが暴れる作品となっているよ。パプリカドメインとかどうでもいいから餌枠がちゃんとキルされるか教えなさいよ。パブリックドメインです。もちろんこの映画は用意された餌枠たちが B 級映画のお決まりに従ってキルされていくから、これはもう名作確定だみょんね。コテコテの B 級映画って感じだったね。神映画かな？そう褒めてはくれるけど中途半端にパクリ要素を入れたり某ネズミキャラであることを活かしきれなかったりと、低評価が多い印象だよ。いや、某ネズミだろうがクマだろうが別に餌枠を楽しくキルしてくれたらそれでいいみょん。こういうやつがクソ映画を支えているんやなって。実際某ネズミキャラである必要ないってのは、プー悪魔のクマさんでも思ったからセーフ。だけど一応人間を襲う理由を語っていたプーに対して、この映画は理由もその正体もわからずに話が進むから、余計に低評価な印象だよ。これはあえてそのあたりを雑にすることでプー悪魔のクマさんを救うファインプレイ。さっきから立場が逆なんよ。まあ正直何も始まらないし何も解決しないから、ただ淡々と餌枠が襲われていく姿を見させられて、ネズミキャラ要素抜きにしても楽しくなかったみょんね。急に冷静になるな。それじゃあ僕は同じ監督作のSNS インフルエンサー監禁事件を見てくるから、これで失礼するよ。これもなんかコテコテのホラー映画っぽいわね。拉致監禁された人気インフルエンサーの女性の悲劇を書いた作品だみょんね。はあ、今日も散々だったよ。あら、どうしたのかしら？私は郊外で穏やかな暮らしを送っていた主人公が、突然変な人たちがやってくるし旦那は簡単に受け入れるしで、散々な目にあったんだよ。ああ、マザー、だみょんね。説明しよう、マザー、とは、郊外の一軒家に住むスランプの旦那とその妻の夫婦のもとに、ある夜一人の男が訪問してきてから、次々と訪問者が来るところから始まるぜ。だいたいこういう時に登場する旦那ってスランプ気味よね。結構こういう状況あるんだ。夫は招かれざる客たちを拒む素振りも見せず、受け入れていくため妻は不信感を持つが、そんなこと気にも留めず我が家のように訪問者は居座るぜ。全然意味がわからないんだけどどういうことだってばよ。国語勉強し直しなさい。国語じゃどうにもならないのよ。そんな最中夫がスランプから脱して成功しだした一方で、訪問者たちの行動が少しずつエスカレートしていき、ついに一線を越えてって話だぜ。なんか悪夢のようにちぐはぐなストーリーだけど大丈夫かしら？この時の作者の意図を答えなさいって国語の問題ね。国語から離れなさい。この映画は謎の訪問者たちによって悲劇的な目に遭うサイコミステリー映画で、状況がわからないまま話が進むのが特徴だよ。さっき話を聞いても全然意味がわからなかったわよ。そしてこの映画は旧約聖書になぞらえて話が進むため、聖書の内容がわからないと話についていけないと思うみょん。ちなみに投稿主も聖書の内容を知らないため、解説している人の話を聞いて納得しました。めたいこと言うな。それに内容が分かっても終始モヤモヤした上バッドエンドだから、かなりメンタルを削られるわよ。
今日はテーマがテーマだからか、もやもやすることが多いわね。そしてこの映画の評論家からの評価が、深いテーマがあると評価した人と子供が犠牲になるし胸クソ悪いと批判した人の両極端だったみょんね。伝えたいことは面白かったけど、伝え方が悪かったわね。ただ評論家以外の人からは、やっぱり意味がわからないって意見が多くて、かなり低評価だったみょんね。それじゃあ私は主人公が登場するパッセンジャーを見てくるから、これで失礼するよ。パッセンジャーってことは開拓者的な話でしょうけど、これってどういう映画かしら？ 120 年先の目的地に向かって渡航中の宇宙船内で、主人公だけが30年目で目が覚めてしまった話だみょん。以上が問題となった映画を紹介したみょんけど、霊夢はどうだったみょん？今までアスハナチャンネルで紹介したタイプの映画が少なくて、なんか気づかれしました。投稿主も何度も映画を差し替えたり表現を伏せたりと、すごい気づかれしたから次回はもう少し楽な特集にするみょん。この動画が良かったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。X のフォローとサブチャンネルの登録もよろしくね。それでは皆さんさようならだみょん。またねー。